皆さんこんばんは。日本語講師のゆりです。こんばんは、まさです。皆さんお元気ですか？私は最近ちょっと日本が寒くなってきたので、寒いのが苦手な私は、ついに冬が来るのかと怖い気持ちになっております。せっかく暑い夏が終わったのに、言ってる間に冬になりますね。いやー、ほんとそうですね。日本は四季があるって言われてるんですけど、春と秋がどんどん短くなってきている気がしますね。そうですね。ということで、今日のエピソードに入っていきたいと思います。今日は日本で初の女性総理が誕生したということで、その話をしていきたいと思います。10月21日に高市早苗さんが総理に就任されましたね。はい。就任前の1週間は、日本では本当にいろんな出来事が起こったので、それもあって国民も多くの人が政治に注目していましたね。ニュースとか YouTube を見て、すごく政治に興味を持つ期間になりましたね。普段は全然見ていなかったのに興味が湧きました。本当にそうですね。日本では SNS の中でも X が一番広く使われていて、政治家の方たちも X とか YouTube とかで発信しているんですよね。政治家の方たちが自分の考えを直接国民に伝える時代になっていますね。その影響もあって、政治の話題がすごく活発になっていて、国民の関心の高さが伺えましたね。はい。支持率もすごく高かったですね。そうなんですよ。読売新聞の9月の世論調査によると、高市内閣の支持率は 71% でしたね。高いですね。先月の石破内閣の支持率は 34% だったので2倍以上に上がってますね。そうですね。ちょうどひっくり返ったような感じになっていて、大変面白いですよね。特に18歳から39歳の若い世代からの支持率が80%っていうことで、石破内閣の時は 15% だったので、とても大きな変化ですね。で、49歳から59歳の支持率も 75% あるということなので、本当に多くの国民に支持されている印象があります。私の周りでも喜んでいる人が多くて、なんて言うんでしょう。今の日本の雰囲気は政治に対してとてもワクワクしている感じがあります。ですよね。そうですね。支持率が高い理由の大きな一つは、発信力があることだと私は思ってます。高市さんは YouTube や X で自分の考えを直接発信していて、若い世代にもわかりやすく伝えているんですね。政治家の自分の言葉を聞けるのが新鮮だったという人も多いですね。そうですね。職場では政治の話はあまりしないんですが、X のフォロワーさんたちはすごく話題にしてました。やっぱり日本人は本音を言わないので SNS で話すんでしょうね。確かに。日本では政治の話をするのは少しマナー違反のようなちょっと風潮がありますね。だから職場などではあまり話題にしませんよね。はい。SNS を見ると日本人の本音が見えてとても面白いですよ。そうですね。すごく仲良くない限り、当たり障りのない会話をするということが多いですからね。このポッドキャストを聞いている方は、日本語を勉強している方が多いと思います。将来旅行に行きたいとか、移住したいと思っている人もいると思います。メディアでは、高市さんは極右と表現されていることもあるんですよね。極右は英語だとファーライトですね。そんな人が総理大臣になったなんて、日本の人たちは海外の人をどう思ってるの？嫌ってるのかなと
気になっている人もいるんじゃないかなと思います。海外メディアでも高市さんは右派や極右と言われていて、少し不安に感じている人もいるかもしれませんね。そうですね。右派は右に派閥の派という漢字を書きますが、英語だとライトウィングですね。私も調べてみたんですが、日本国内では高市さんを極右だと考えている人はあまりいませんね。むしろ左寄り、リベラルだった日本が、ちょっとリベラルすぎた日本が真ん中に戻る、センターになるといったような印象を持っている人が多いですね。確かに。日本のテレビや新聞では保守的すぎると報じられていますね。はい。保守的は英語だとコンサバティブすぎるってことなので、ファーライト、極右ってことですね。ただ、メディアと X や YouTube での評価っていうのはかなり差があります。今、日本ではテレビや新聞への信頼がかなり落ちています。高市総理は自分の X で記者会見を全文公開しているんですが、メディアが発言を切り取って右寄りと印象づけていたことがバレてしまったんですよね。それ僕も見ました。わざと変な角度、ダッチアングルで写真を掲載していたり、ちょっと変な写真を使ったり話題になっていましたよね。いや、本当そうなんですよね。なんでメディアがそんなことをするのか、本当に不思議です。もちろん日本にはいろんな考えを持った人がいるので、高市さんに否定的な人もいるし、過激な考えを持つ人っていうのもゼロではありませんね。ただ、海外の人たちに誤解してほしくないのは、ほとんどの日本人は海外の人たちを敵視しているわけではないということですね。今、日本で問題になっているのは、ちょっとセンシティブな言葉なんだけど、メディアで取り上げられている言葉を使いますね。不法滞在と外国人による土地取得とオーバーツーリズムが問題になっています。ちょっと言葉が強いものもあるので嫌な気持ちにならないといいんだけど、この3つに対して確かに国民は不満や怒りを持っています。その不満や怒りがどこに一番向いているかというと、日本の政府ですね。だから今回高市さんが選挙で勝って総理になったんだと思います。例えばオーバーツーリズムで海外の人のマナー違反を起こっている人もたくさんいるんですよね。ですが、やっぱり一番はそれを見て見ぬふりをしている政府が悪いんじゃないのかということですね。どうしてルールを作らないのかっていう意見が多いですね。僕は先日東京に1週間ほど行ってきたんですが、観光地が海外の方で溢れていて歩くのも大変でした。計算はしていないですが、体感的には9割が外国人でしたね。日本語が聞こえないので海外かなと思いました。ちょっとという感じでしたね。そうなんですね。不満を持ったということですか？そうですね。どういうところに不満を持ちましたか？一番はマナーの部分ですね。電車の中で大声で通話していたり、道の真ん中で集まって話をしていたり、食事中の音が大きかったり、そういう場面が多かったです。そうなんですね。文化の違いが原因でそういうすれ違いが起きやすいのかもしれませんね。日本の見えないマナーはたくさんある上に分かりにくいので、海外の人には難しいですよね。そうですね。もちろんマナーを守ってくださってる観光客の方もたくさんいますけどね。文化の違いがある分、目立って見えてしまうのかもしれません。
逆に日本でもマナーを守れてなくて冷ややかな目を向けられている人も結構いません？そうですね。うん。冷ややかな目っていうのは軽蔑した目。何この人っていう目線のことですね。そうですね。わかってるんですけどね。正直なところ、海外の人に対して嫌悪感的なものは抱いていますか？嫌悪感は嫌な気持ちということですね。ちょっと言いにくいですね。日本人ではないので仕方ないというのは理解しているんですが、自己中心的な振る舞いが多いように感じていて、なるほど。例えば、電車の中で大声で通話していたりするのも、日本人の考え的には、周りに人がいるにもかかわらず大声で通話するのは、周りの人のことを考えていないということになりますから、そういう意味で自分中心の振る舞いが多いと感じるということですかね。そうですね。海外の観光客が増えると、そういう場面に遭遇することも多くなって、結果的に嫌な気持ちになる機会が増えているっていうのはあるかもしれません。あと、日本にいるのに日本にいない感じがして苛立ちを感じることもあるかもしれませんね。苛立ちですか？そういえばさっき観光地が海外の方で溢れていて、体感だと9割が海外の観光客の方だったと言っていましたね。はい。それに苛立ち、イライラする気持ちを感じたということですか？そうですね。言葉にするのが難しいんですが、日本人は海外に旅行に行ったら気を使う人が多いと思うんですね。まあ確かに。はい。で、常に周りが不快に思っていないかと考えながら行動します。でも今観光地に行ってみると、日本なのに日本人が海外の観光客に気を使うばかりで、なんだかモヤモヤしますね。もやもやは言葉にならない不快な嫌な気持ちですね。そうですか。まず前提として日本人は日本に住んでいてもお互いに気を使い合う文化がありますよね。で、海外の人が多い場所に行くとそれぞれ文化が違うので、日本人ばかりが気を使っている状態になってしまっているように見えると。そうすると、日本人ばかりが我慢しているように感じてしまって、不公平に感じるんですかね。そうですね。でも、海外の人が嫌いというわけではないんです。ただ、正直なところ、もっと日本のマナーを守ってほしいという気持ちはありますね。珍しいですね。本音ですね。はい。ゆりさんはどうなんですか？私もいろんな感情を抱いています。持っていますが、一番大きく持っている感情は悲しみですね。悲しみですか？僕は全く思ってないんですけど、なんでですか？日本のおもてなしっていう心がいいように使われているのを目の当たりにすると、目の当たりにするっていうのは見てしまうとっていうことなんですけど、日本の文化とか日本人に敬意がないなって感じてしまいますね。はい。軽んじられた経験を持つ日本人っていうのはおもてなしをしなくなりますから、日本の文化が失われていくのを、現在進行形で見せつけられているような感じがして悲しくなりますね。なるほど。おもてなしはやっぱりお互いが相手に対する敬意があってこそ成り立つものだと私は思うので、どちらかがおもてなしを当たり前と思った時から失われていきますよね。まあ、私はせっかく日本に来たのだから楽しんでほしいという気持ちが一番大きいんですけどね。そうなんですね。違いますか？僕は
郷に行っては郷に従えという言葉があるように、まずはマナーを守ってほしいですね。厳しいですね。郷に行っては郷に従えは、日本のことわざで、新しい土地や新しい環境に入ったならば、そこでの習慣に従うべきという意味のことわざですよね。はい。まあ、日本人でもマナー違反をする人はいるし、そういう人は日本人であっても、なんだこいつっていう目で見られているので、それを考えると、日本人はマナーに厳しい国なのかもしれないですよね。私はちょっと厳しすぎるような気もするんですけどね。はい。まあ、日本のマナーって難しいですよね。言わないマナーが多いですからね。まあ、それも日本の文化の一部なので、だからこそ少し日本のマナーを知ってから、勉強してから来てもらうと、もっと日本の文化を楽しめるかもしれないですよね。そうですね。僕たちが海外に行くときに現地の文化を楽しむように、海外の方にも日本の文化を楽しんでほしいですよね。本当にそうですね。日本人にとってのマナーは思いやりの形なんですよね。文化が違えば、その思いやりの形も違って当たり前なので、できる範囲でいいと思います。はい。重要なのは、相手に対する尊重や敬意があるかどうかかなと私は思いますね。海外の方も日本のニュースを見て驚いたかもしれませんね。でも今回の話で少し安心してもらえたら嬉しいです。はい。ということで、今日のエピソードはここまでなんですが、一つお知らせがあります。何ですか？私、パトレオンを始めようと思っています。はい。ポッドキャストを応援してくれる方に、ここでは話せない日本の本音トークを限定で配信していく予定です。日本の本音トークですか？はい。面白そうですね。はい。例えば、今回のエピソードで話せなかった、ちょっと割愛したところ、話せなかったところっていうと、観光地、今、海外の観光客が9割ほどになっているということですが、なぜ日本人が観光地に行かなくなったのかとか、あとはオーバーツーリズムによってやっぱり日本の文化っていうのは失われてしまった部分があると私は感じていて、ちょっと悲しい話にもなりかねないので、今日はその話はしなかったんですが、その話であったりとか、あとは日本の見えないマナーって実際のところどれぐらい重要なのかとか、そのあたりのことをアフタートークという形でもう少し深く掘り下げていきます。はい。日本のリアルな文化とか感情をもう少し深く話していくということですね。面白そうですね。はい。エピソードの概要欄にも準備ができ次第リンクを貼っておきます。興味のある方はぜひ登録して応援をよろしくお願いします。お願いします。はい。それでは今日はこの辺りで、また次のエピソードでお会いしましょう。